どうもグデと申します。今回はナルハタタ姫を討伐していきたいと思います。ではよろしくお願いします。続きましてナルハタタ姫の説明をします。弱点は頭部や発電機関となっていて、属性は竜属性が弱点です。またナルハタタ姫の特徴は、雷袋を攻撃することによって地上に落とすことができます。この時発電機関を狙うチャンスとなるので、攻撃を与えていきましょう。状態上は爆破がやや有効となっています。続きまして今回用いる装備の説明をします。今回は前回と全く同じものを使用していきます。ステータスはこのようになります。では早速ナルハタタ姫討伐へ向かいましょう。まず最初は雷属性のブレスと輪っかを放つ攻撃です。次は尻尾から紫色の玉を放ってくる攻撃です。次は突進です。次は噛みつき攻撃。次は倒立して輪っかを放ってくる攻撃です。この時お腹の発電機関を狙うことができます。次は片手で輪っかを放つ攻撃です。怒ると両手で輪っかを放ちます。次は尻尾から紫色のビームを放つ攻撃です。これは攻撃チャンスですね。次は雷ブレスを放った後回転して突進してくる攻撃です。この2つは単体でもやってきます。次は尻尾を叩きつける攻撃です。横に走って避けた後お腹の発電機関を狙うチャンスができます。次は必殺技です。これが始まると波竜砲が解放されます。あとこの攻撃が終わったら第2段階へ移行しますね。次は輪っかを放って爆発させる攻撃です。この後少し隙があるので攻撃できます。次は雷属性のビームを放つ攻撃です。横に走って避けましょう。終わると攻撃チャンスがあります。次は空中に浮いて紫色のビームを放つ攻撃です。一番上に浮いている岩まで登ると速射砲で攻撃することができます。次は倒立して輪っかを放つ攻撃です。第1段階と違う点は雷の柱のような攻撃が付与されています。次は巨大な輪っかを空中に3つ作る攻撃です。1つ目の輪っかが落ちてくるまで攻撃することができます。次はナルハタタ姫の必殺技です。この時激流層が解放されます。あとこの攻撃が終わったら第3段階へ移行します。この時大砲でダメージを与えましょう。もし与えることができなかったら大ダメージを受けることになるかもしれません。もし一定量ダメージを与えられなかったらこのブレスを放ってきます。この時岩の下にいれば当たりません。
あと次の攻撃では岩の上に行きましょう。もしこうやって上に上がれなかったら大ダメージを受ける羽目になります。次は尻尾から紫色の球を放つ攻撃です。第1段階の時と違い輪っかも放ってきます。次は空中に浮いて紫色のビームを放つ攻撃です。第2段階の時と違い輪っかも放ってきます。次は回転して突進する攻撃で輪っかも追加されてます。次は雷属性のビームで投げ払う攻撃です。岩を利用すれば避けれますね。次は紫色のビームを放つ攻撃。第1段階と違い2連続で放ってきます。次は両手で3連続輪っかを放ってくる攻撃です。次は倒立して輪っかを放つ攻撃です。第2段階と違う点は最後の方に輪っかをいっぱい放ってくるところですね。次は雷属性の爆発を起こす攻撃です。次は6個の雷の玉を浮遊させてそこから輪っかを放ってくる攻撃です。まず先制攻撃を与えましょう。鳴畑多姫戦の主な立ち回り方はこの弱点が腹部にある発電機関なんですけれども、通常の状態ではガードされていてダメージが入りません。なので基本的には顔を狙っていきましょう。でここはお腹の発電機関を攻撃するチャンスですね。でもし腕の方にいてここまで回れないっていう時は、顔とか腕に攻撃をしましょう。で起こりましたね。起こるとこの攻撃は2回やってきます。はい。でこの攻撃もお腹を狙いますね。あと今回は月光山から新ため切りに書いてあります。でこれで第2段階に移行しますね。第2段階に移行する前にこの必殺技を必ずやってきます。でこの時ね必ず波竜砲を当てておきましょう。で第2段階に移行したので少し行動が変わりますね。これは1個目の大きな輪っかが落ちてくるまでに攻撃を与えておきます。でこれは速射砲で攻撃するチャンスですね。で狙うところはここの、紫色に光っている部分を狙っていきましょう。そこが弱点となっています。はい。でこれは速射砲を撃つチャンスですね。これもでちょこちょこ雷の柱が来るのでそういった時はねガードしましょうね。でここも攻撃をするチャンス。これとかボウガン使ってもいいかもしれません。
ただ体験はダメージ高いんで、わざわざボウガン使うよりかは体験でダメージを与えた方がいいかもしれないですけど。はい。で、ダウンを取りました。ダウンを取ったら、ここのお腹にダメージを与えていきましょう。はい。で、これは横に避けて、顔が来るなーっていうところで、ため切り。これはミスりました。はい。で、真ん中の方に移行したんで、これで2回目の必殺技ですね。で、この時、激流層が解放されます。激流層を使ってもいいかもしれないですね。多分当たると思います。で、この時は上まで登って大砲を当てます。はい。で、大砲を当てたら確実にダウンを取ることができますので、ダウンを取ったら、ここのお腹に新ため切りを与えていきましょう。3段階目に入るとほとんどの攻撃にこの輪っかが付与されるんで注意しましょう。で、これは2回来るんでね。はい。で、これは尻尾の方を登って、お腹にため切りを与えます。で、この横に投げ払うブレスは、その前にある岩を使ったら避けれます。今回離れてたんで使えなかったですけれど。はい。で、お腹にため切り。私のお供です。で、これは速射砲で紫色のとこ狙いましょう。で、こうやって輪っかが飛んでくるんで注意しましょう。で、瀕死状態になりましたね。ここの輪っかをうまい具合に避けましょう。で、これも頑張って避けて頭に攻撃。
で、ここで激流層を使いますね。せっかくなので。あ、これね、ここの量を使えば当たらないです。はい。で、必殺技ですね。で、この必殺技が終わっても、第4段階とかは移行しません。第3段階で終わりですね。で、大砲を当てていきます。で、これで、ナルハタタ姫撃退完了です。いかがだったでしょうか。ナルハタタ姫が逃げたということはもう一回戦うということなので、ぜひとも動きを覚えておきましょう。そして、次回はバゼルギウスを討伐していくのですが、ここで区切りがいいので、しばらく経ってから動画を上げようと思います。ではご視聴ありがとうございました。